皆さんこんにちは、はるです。私は今コロンビアに来ております。喉の調子が悪くてオープニングだけアフレコさせていただきます。途中お聞き苦しいかもしれませんがご了承ください。今回の動画ではコロンビアの首都ボゴタの街歩きをしていこうと思います。ボゴタは新しくできた新市街と昔からの建物が残っている旧市街に分かれていて、今日はボゴタの一番の観光スポット旧市街に行ってみようと思います。南米1カ国目コロンビアの首都ボゴタ、ぜひ行った気分で楽しんでいってください。それではレッツゴー。まずコロンビアについてざっと説明していこうと思います。面積は日本の約3倍、人口は日本の約半分です。通貨はコロンビアペソで今1ペソあたり 3.8 円、約4円ですね。そして公用語はスペイン語になります。今回コロンビアにはメキシコから来たのでオラとかグラシアスが通じるのがね嬉しい。それしか話せないけど、あと標高なんですが、ボゴタって2600メートル以上あるんですよ。なんで富士山の3分の2ぐらいの高さです。南米で見ると標高が3番目に高い都市だそうです。ちなみに今日の気温18度で結構寒いです。で、湿度はだいたい 50% くらい。もうアメリカ大陸、南米は本当に乾燥がすごいので、皆さん旅行される際は気をつけてください。おー、屋台がたくさん出てますね。これ何？あ、サトウキビだ。サトウキビジュースだ。サッカーのユニフォームとかも売ってます。もうここはグミ屋さんとクレープみたいなものがありますね。あ、初めて見る食べ物ばっかり。これは何のフルーツだろう。初めて見る。うわ、トウモロコシもめっちゃ美味しそう。チキンとじゃがいも。うわ、これもすごいな。手作りのバッグがたくさんありますね。うわー、カラフルで可愛い。このネックレスもすごいな。うわ、全部ビーズで作られてます。ここのサルタンデル公園の周りにはいろんな屋台がたくさん出てますね。ここ楽しい。結構ね、コロンビアはバスがたくさん走ってます。でも電車がないんですよね。すごい。なんだここ、屋台と言いますか、お土産屋さんがすんごい連なってる。すごいなここ。うわ、めっちゃカラフルで綺麗。あ、こういうポーチとかもすごい可愛い。あ、手作りのラマもいます。可愛い。もうアフレコしますとか言いながらテンション上がって喋っちゃいますね。これはコロンビアの洋服も素敵ですね。フリフリの色が可愛い。ビーズ屋さんめっちゃ可愛いなあ。すごい、メキシコにはなかったビーズのチョーカーとかもたくさんありますね。こういう分厚めのブレスレットなどもあります。ピアスめっちゃ可愛いな。コロンビアにはアンデス山脈があってコーヒー農園もたくさんあるんですね。なのでみんなめっちゃコーヒー飲むらしいんですよ。だから至る所にいい感じのカフェがたくさんあって、もコロンビアね、いい感じですよ。楽しい。で、周りを見るとこんな感じで山に囲まれてるんですよね。こう都会と自然が融合しているような場所です。いや、建物もおしゃれですよね。で、私はなんでこんなに顔むくんでるんだろう。これはコードとか関係してるんかな。ちょっと今日は顔パンパン声ガラガラでございますが、楽しんでいただけたら嬉しいです。コロン
ンビアってなんと切り花がねとても有名で、日本のカーネーションあるじゃないですか、あれの7割はコロンビアで作られてるそうですよ。ちなみにカーネーションの輸出量世界一だそうです。なのでもう花の都ですね。コロンビアって治安がねよろしくないってよく聞くんですけど、このボコタ首都は全然そんな感じしないですよね。昼間だからっていうのもあると思うんですけども、かなり活気があって歩いてるだけでもかなり楽しいです。でもすりには要注意。こちらに進むとプラザ・デ・ボリバーという有名な建物があるので、こっち進んでいこうと思います。道端にもたくさんショップが出てて、歩くだけでも楽しめますね。さあでは到着しました。すごい広いな。かわいいアイス屋さんもあります。お酒もありますね。チュロスも売ってる。わ、鳩がめっちゃたくさんいる。うわー、すごいな。これきっと鳩の餌ですね。うわー、怖い。こういうトウモロコシを買ってあげることができるはずです。広場のど真ん中で何やら撮影が行われています。こちらが国会議事堂です。かっこいいな。屋台ご飯も美味しそうなんですけど、今日はこの広場のすぐ目の前にあるコロンビアレストランに行ってみようと思います。コロンビアのご飯ってどんな感じなんでしょうね。この広場の近くでコロンビア料理で口コミがいいとこ探してたら、ここが出てきたんですよね。ラ・ウエルタ・デ・ラ・カテドーラル。ではここ行ってみようと思います。入り口ここで合ってる？今回ですね、ワンパイサっていう長崎のトルコライスみたいなワンプレートのご飯とエンパナーダっていうコロンビアのミートパイを食べたかったんですけど、なんと今日もないらしいです。食べなかった。このお店いろんなコロンビア料理があってかなり美味しそうなんですけど、まずメニュー表がないので、携帯でもともとスクショしてたコロンビア料理写真を見せながら注文しました。今回頼んだのはアヒヤコっていうスープとコーヒーです。コロンビアではコーヒーのことコーヒーじゃなくてティントっていうらしいです。ではコーヒーやってきました。すごい、コーヒーだけじゃなくってバター塗ったパンとチーズと揚げパン的なものがやってきました。すごい豪華。スープもやってきました。めちゃくちゃでかい。日本のラーメンの器ぐらいあります。あとご飯とソース、アボカドもやってきました。スープはかなりこってり系です。チキンがたくさん入ってますね。ではいただきます。まずコーヒーからいただこうかな。コロンビアといったらコロンビアコーヒーですよね。結構酸味があるコーヒー。でもかなりすっきりして美味しい。すごいスンってコーヒーの香りが来てさって消えていくような感じものぞみ号みたいな。ではスープもいただきます。熱い。めっちゃ不思議な味する。何これ。なんかね、魚介っぽい味がする。なんで？なぜか本当海鮮の出汁の味がするのはなんでだろう。ウェブサイトではチキンとじゃがいもが入ってるって書いてたんですけど、なんか味付けが全然違う味だと面白い。あとじゃがいもがもうトロトロに溶けて、スープ自体トロトロで美味しいです。
あと大きいコーンが入ってました。全然甘くないけど日本のコーンの倍ぐらい味が濃いです。ちょっとご飯入れてみよう。あ、美味しい。雑炊みたいな感じになる。スープにアボカドっていう発想が面白いですよね。しかも皮付き。というか色めっちゃ薄いな。きっとこういうことだよな。お、完熟や。めっちゃ柔らかい。おうおうおう。豆乳。わあ、これ初めてする体験ってアドレナリン出ますね。楽しい。このアボカドをこうやってスープの中でほぐしほぐししながら食べてみます。よし。美味しい。スープ自体めっちゃ熱々なんでアボカドがその熱でちょっと溶けるんですよね。それがすごい美味しい。トロトロの極みスープ、すんごい量でございます。これ食べれるかな。でもね、めっちゃ美味しいですよ、このスープは。私もともとこのスープとおかずと揚げパンとみたいに頼もうと思ってたけど、もう絶対これだけでお腹いっぱいになるわ。これなんだろう、すんごい酸っぱい香りがする。これスープと一緒に食べるのかな。ちょっと一緒に食べてみます。なんかのピクルス、初めて見る植物だから何のピクルスかは分かんない。もう本当に梅干しの味っぽい感じ。この白いソースは何だろう。無臭。まさかのバタークリームだった。スープに入れるのこれ。マヨネーズとかそっち系かと思ったら全然違った。あ、超クリーミー。これ美味しい。やばい。こんな感じでバタークリームを混ぜて食べるとすごいコクが出て美味しいです。もう暑すぎて上のニットを脱ぎ捨てました。標高が高くて寒いコロンビアにはもうぴったりのスープです。でも超でかかった。もう動きたくないですかね、皆さん。なんとここにパン2つとチーズ、こんなでっかいチーズが残ってるんですよ。もうせっかくなんでいただきましょう。あれ、バターが甘くて美味しい。あ、違う、パンが甘いんだ。あれみたい、アンパンマンのスティックパン、ほのかな甘み。なんか意外と食べれるわ。これどうしましょうね。でかすぎでしょ。これも若干お魚っぽい味がするんですよね。かまぼこみたいな。多分この軽さはチーズ単体じゃないと思う。いろいろ混ぜて固めてるんだと思うね。裂けるチーズみたいにね、ブニュブニュなんですよ。もう不思議だな、コロンビア。ではごちそうさまでした。もうコロンビアのご飯面白い。今まで食べたことないような調味料とか味付けだったんですけども、これはこれで好き。チキンとかじゃがいもとかトウモロコシとか素材本来の味を底上げしてるような味付けでした。今日は街歩きと一緒にコロンビア料理食べれてよかったです。では今からですね、教会に行ってみようと思います。コロンビアってキリスト教の方が多くいて、近くに内装が金箔でできた教会があるんですよ。なのでそちらに行ってみようと思います。会計はチップ 10% 込みで6万1600コロンビアペソ、約日本円で2300円ぐらいでした。結構高かった。
私今気づいたんですけど、もともと行きたかったレストランの隣のお店に来ちゃってました。ここのお店はもうさっきのスープ専門店みたいです。そうなんだ、だからなかったんか。看板の G が似すぎてて全然わからんかった。ではお腹も膨れたところで教会へ向かいましょう。うわ、手書きのマグネットとかも売ってますね。かわいい。やっぱりコロンビアの人たちって絵うまいんですよね。こう道端にあるスプレーアートとかももうレベル高いんですよ、みんな。どこの道歩いてもお店がたくさんあるから面白い。アイスクリーム屋さんがありました。コーンの一番ちっちゃいの1800ペソなんで67円。安ー。うわ、めっちゃ面白そうな通り発見した。何これ、もこもこ着ぐるみパジャマ屋さんありますよ。もう原宿みたい。うわ、すごっ。何これ。すごいな、このお土産ロード。これはやばいわ。私はどこを見たらいいんだろう。異世界、異世界。見て見て見て、アルパカがかわいい。これちゃんとしたアルパカの毛ですよね。めっちゃふわふわ。このコロンビアお家かわいいな。ボニータグラシアース、バイバイということでお土産ゲットしました。めっちゃ可愛くないですか。コロンビアのマーク入ってて、ちゃんとねチャックが2つついてるんですよ。これね GoPro のバッテリー入れにしようと思います。最初値段聞いたら1万5000ペソだったんですけど、ちょっと考えるって言ったらすぐ1万ペソまでディスカウントしてくれて、なんと374円です。安い。いい買い物した。めっちゃ可愛い。このマグネット可愛いですよね。奥行きがあります。こっちはタイルみたい。このタイプのマグネットは初めて見た。いいですね。これ誰でしょうね。このマグネットは1つ8000ペソで3つで2万ペソだそうです。もう1つ200円台で買えますね。すごい。これは1万5000ペソだそうです。1つ560円ぐらい。ここに鍵とかかけれるんでめっちゃいいですね。グラシアース。バイバイ。ではこのマグネット4つ購入しました。めっちゃ可愛い。もともと1つ8000ペソだったんですが、4つで2万6000ペソに値下げしてくれました。4つで974円なんで1つ243円です。ベリベリ安い。ここはセントロアーテサナルプラザボリバーっていう場所だそうです。お土産買う方は絶対ここで買った方がいいと思います。あと店員さんね、女性が多くってかなり優しいんですよね。ちょっとディスカウントみたいな感じだったかなって言うとすぐ割引してくれたので一言言った方がいいと思います。うわ、隣も面白そう。ちょっと行ってみるか。コロンビアはこういうパジャマが流行りなんかな。こっちに来るとこういう洋服とかが多いですね。 T シャツパーカー欲しい方はこっちの方がいいかもしれない。うわ、何この傘めっちゃ可愛いやん。ワンちゃんと猫ちゃんのビニール傘ちょっと欲しい。わ、この辺りにも露店がたくさんあるんですけど、これすごくないですか。このビーズ、うわ、迫力すごいな。もう美術館とかに飾っていいんじゃないこれ。コロンビアもワンちゃん多いです。かわいい。路上パフォーマンス、木琴みたい。あれが教会かな。ヤバめなもの発見した。ちょっと怖いよこれ。ここにはドーナツっぽいものが売ってました。でっかいな。これ1個食べてみようかな。うのグラシアス。
1個から頼めた。あったかい。 OK、 グラシアス。これ9500ペソ返ってきたんで1個500ペソ、安っ。1個20円しないんやこれ。やばい、ちょっとお金早くしまおう。ではいただきます。めっちゃ熱いんだよなこれ。おお、ホクホクや。でも美味しい。すごい不思議な食感で、中はふわふわしてるのにお餅みたいなもっちり感もあるんですよ。豆腐とお餅の間みたいな食感で、甘さ控えめで外ガリガリ。美味しいこれ。はい、では教会到着しました。どっから入るんだろうか。すごい歴史的な教会なすごい歴史的な教会なんだろうけど、しっかりスプレーアートされてるな。これもこれでコロンビアっぽい。ここから入れるらしいんですが、写真が撮れないそうで、きっと動画も撮れないと思うので、ちょっと行ってこようと思います。すいません、撮れなくて。では教会見てきました。すごかった。もう全部金色でした。天井もものすごい高くって、そんなところまでってぐらい細部まで綺麗に作られてました。中には座るところがたくさんあって、だいたい10人弱ぐらい手を合わせたりしてこうお祈りをしているような感じでした。でちょっと面白かったのが、電動スクーター乗ってきたお兄ちゃんがブイーンって中に入ってきて、結構前の方に座っていきなりこう懺悔し始めたので、なんか悪いことやっちゃったんかな。日常の中にこういった教会があって、いつでもさらっとお祈りに来れる環境って、私仏教なんですけど、そういうのがあんまりないじゃないですか。なのですごい歴史と文化の違いを感じました。こんな若いお兄ちゃんもお祈りしに来るんやっていうのは新たな発見。ちょっと写真動画が撮れなかったのは残念なんですけど、撮れない分逆に自分の目でしっかりと見れたので、こういう観光地もたまにはいいなと思いました。もしコロンビア来られる方がいらっしゃったら、ぜひこの教会行ってみてください。コロンビアの旧市街エリアの観光地はこんな感じです。結構コンパクトにキュッてまとまってますよね。もうお散歩するだけであれば1時間半ぐらいあれば全部見て回れるかなと思います。この後は特に見て回る観光地はないので、この辺りの大通りをちょっとブラブラ。警察めちゃめちゃ歩道走ってるわ。楽しそう。この後はちょっと大通りを歩きながらお家に帰ろうと思います。東南アジアほどじゃないけど、たまにこういうパチモン系も売ってます。あとね、ボゴタに来てびっくりしたのが、カジノがいっぱいあるんですよね。結構どこにでもあります。スロットがピカピカ光り輝いてますが、私は行きません。いきなりバレンシアガとかヴィトンのジャケットが出てきた。モコモコで可愛い。もうどこ歩いても活気がすごいです。でほぼコロンビア人、観光客もあんまりいないし、もうアジア人とかも一人も見てないです、こっち来てから。だからすごい不思議な目で見られたりする。だって不思議だもんな、アジア人全然いないもん。皆さん、ケンタッキーありましたよ。見てください、これチキンとチキンのポップコーンとポテトとドリンクのセットで558円ってやばくないですか？めっちゃ安い。ハンバーガーがセットになると745円、この2人分のセットになると1120円ですね。でも安いわ。メキシコよりも全然安い。ちなみにこのコロンビアの物価の安さは、コロンビア人の平均月収って5万円らしいんですね。だいたいバリ島と同じぐらいかな。なのでこんなに物価が安いんですよ。それですごっ自転車すごっ。今日一日ボゴタの街を歩いた感じ、活気もすごいし、物価も安いし、めっちゃ好きです、個人的に。ですけどやっぱりボゴタって人口が800万人もいて、これだけ人口が多いんで、多分職に就けてない方も多いんですよね。なのでホームレスの方も多くって、動画には撮れてなかったんですけど、結構ね男性がいきなり服を掴んでお金くれって一回言われたんですよね、さっき。
なので国的にはめちゃくちゃ個人的には好きなんですが、やっぱり人口の多さと物価の安さっていうこともあって、そういうホームレスだったりとか物乞いの方だったりとかと接する機会が多いっていうような感じがしました。でもコロンビアの方ってすごい陽気で、もう動画撮ってたらめっちゃ手振ってくれるし、写真撮ったらピースしてくれるし、お土産売ってる方々もすごい優しいです。ものすごく過ごしやすい。なので海外慣れてない方でも南米ってちょっと怖ってイメージあるかもしれないんですけど、全然おすすめです。昼間はいいけど、夜は出歩かなければ大丈夫だと思います。やばい、事故が起こりました。さっき GoPro のバッテリーを変えようと思って座って変えてたら GoPro をちょっと足元にカチャンと落としちゃったんですよね。そしたら1ヶ月2ヶ月前に買った DJI のマイクの本体が割れちゃって電源が入らなくなりました。あれバンクーバーで買ったんですけど、確かね3万4万円ぐらいしたんですよね。それがこの1ヶ月2ヶ月で使えなくなっちゃった。最近何かと物が壊れることが多くって、実はラスベガスのベネチアンホテルに泊まってる時も DJI の iPhone 用のマイクの端子が折れちゃって取り寄せようと思ったんですけど、送料込みで確かもう6000円7000円ぐらいするんかな。もうこんなちっちゃいんですけど、それで諦めて GoPro で撮るようになって、結局 GoPro につけてもこうやって落として割っちゃうっていう。でも物が壊れたりなくなったりするのってこう自分に起こる身の危険とか病気とかを物が受け止めてくれて壊れたりとかするらしいんですよ。めっちゃ迷信ですけど、よく大事にしてたピアスとかネックレスとか指輪とかがなくなるのってやっぱそういうのだったりっていうのもあるんですけど、もうそう思うしかない。でもどうせ壊れちゃうんならこの喉の痛みも持っていってほしかった。でもどんだけ嘆いても壊れたものは元に戻らないので、これからどうしようか考えようと思います。そしてマイクを外して GoPro で撮影してたら音声が入ってないんですよ。なんでと思ったら原因、この別売りで買った GoPro のメディアモジュラーも壊れとった。そんなことある？なのでこの後コーヒーでも飲みに行こうかなって思ったんですけど、一旦お家に帰ってマイクどうするかちょっとお買い物に行くなりなんなりしようと思います。もう高いマイクは買わん。余裕が出るまで買わん。安い電気屋さんとかきっとあるはずなので今から行ってみようと思います。では今回の動画こちらで終わろうと思います。マイクは壊れちゃいましたが、コロンビアの街並みは本当に活気があって、ご飯もコーヒーも美味しいし、可愛いお土産もゲットできたし、一日楽しむことができました。もし南米興味がある方、コロンビア行きたい方の参考になれたら嬉しいです。今回の動画面白かったよ、役に立ったよっていう方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。